はい、キャンピングカー DIY31 日目です。今日はドアを作っていきます。窓はねほぼほぼできて、あとは細かくサイズをぴったしはまるようにカットしてやっていきます。窓は断熱材を入れなかったんですけど、ドアは結構大きいんで厚み 2cm の断熱材を入れようと思って、 3cm、4cm 材が結構余ってるので、それを縦半分にカットして 2cm×3cm 材を作ります。それでドア枠を作って断熱材入れて、で外側からはめるみたいな感じでやっていきたいと思います。壁にも使った厚み 4cm のね断熱材だとちょっと分厚くなりすぎるので、そこで板張ったりすると断熱材 2cm スタイルフォームを枠に入れて、でドアを作っていく感じにします。
はい、キャンピングカー DIY32 日目です。もうね、ほんと毎日30度も超えててほんと暑いので、風防付きのファンを買いました。これ結構前にね買ったんですけど、なんかね、あんまりこういう涼しいものに頼りすぎるとちょっと自分の暑さの免疫がなくなってくんじゃないかと思って、結構ギリギリまで耐えてたんですけど、ほんと DIY 中めちゃめちゃ暑くて、だいぶね集中力も低下してきたんでね、最後のキャンピングカーの仕上げラストスパートということで、もう早速来ました。ここでスイッチがあります。それでは DIY32 日目スタート。DIY ショップのリスタというところで購入して、これ無垢フローリング材のアカシアですね。結構アカシアのね感じが好きで、ちょうどリスタでフォロワー割引キャンペーンみたいなのやってて、ちょっとやってみようかなと思って購入しました。一応これ無垢のフローリング材なんですけど、贅沢にキャンピングカーのフローリングに使おうと思います。ちょっとね余分に購入したので、天井とかあとこの突き出しのデッキ部分の天井というかもうこのアカシアで貼ってみようかなと思ってます。これにプラスニスとか塗って防水性は高めてっていう感じでやっていきたいと思います。ほんと無垢のフローリング材はちょっとねずっとやりたくて、あんまりフロアシートとかそういうのは自分個人的にはあんまり好きではないので、今回はこれを購入しました。とりあえず外の場所だけやっていきます。うわかっけえ。アカシアなんでいろんな色がある感じです。ちょっと光で見えにくいのでちょっともう一個動画出します。幅は9センチで長さは1本182センチです。このように凹凸があってこうサネ加工がされているので、このようにくっつけることができます。一応フローリング材ですがリスタで余分に購入したので、キャンピングカーの天井にも使用するつもりです。それにしても無垢の板材はかっこいいです。アカシアのフローリング材をここの上貼っていきます。でここ角はね黒い角材でやるんで、それもカットしながらやっていきます。じゃあ窓をね細かい微調整していきます。これ少しね大きめに作ってるんでぴったしはまるように微調整していきます。
やってきました。お願いします。本日よろしくお願いします。お願いします。はい、今日はね、窓とドアを一緒に取り付けてもらいます。はい、この倉庫でやるキャンピングカー DIY が最終日です。一応屋根とかドア、外壁の見えるところは全部完成して、最後に木材保護する塗料で塗装していきます。で、木材の保護塗料がこれですね。木部保護塗料ウッディガードの透明のクリアです。これちょっと撥水性とかもあって油性を超える浸透力、防虫防腐防カビ、ログハウスや屋外の木部木製品にって書いてあるんで、屋外でも使える塗料になってます。浸透タイプなんで、もしちょっと微妙そうな感じだったら表面に膜を張るニスとかそういうのでまた塗装するかもしれないです。とりあえずね、少し雨漏りしても、人生が終わるわけではないので、この辺はね、実験しながらメンテナンスしながらやっていきたいと思います。雨漏りはしてほしくないです。もちろんワンタッチのコテバケも買ってきました。細かいところはハケで塗って、これコテバケで、上からどんどん一気に塗っていきます。という感じで一気に塗装していきます。この容器があるとすごい便利です。これがだいぶ汚れたりしたらまたこれ変えて、これだけ変えればまた何回も使えるんで、ここで直で入れるよりはこういうもの買った方が楽です。これカインズで150円ぐらいですね。これは本当ね、作業効率爆上がりなんで絶対に必須アイテムですね。水性塗料なんでこれ何回も洗えば使えるので、黒色がちょっと変な色に見えるんですけど、多分乾いたら大丈夫なのかなと思います。最後までご視聴ありがとうございます。キャンピングカー DIY を始めて33日で完成しました。まだね、真っ白だったトラックが懐かしいです。真っ白というかサビサビだったトラックが懐かしいです。それから自分で初めて塗装してオリーブトラブに塗りました。土台を作ってもう溝加工もして枠組みを組んで断熱材を入れて外壁材屋根材を取り付けて窓とドアも取り付けました。次回はキャンピングカーをトラックと固定して実際に運転してみます。インスタグラムでは実際に旅した写真とかも載せて、設計×キャンピングカーみたいなコンセプトでこれから更新頑張ります。写真で制作過程なども載せてるので、雄大為替コムのアカウントもぜひ覗いてください。今後は YouTube より先に旅写真とかも Instagram で更新していくつもりなので、フォローもお願いします。キャンピングカーで苦労した点とか、こ
こは本当にやってよかった点とか、自分が一番工夫した点とか、なんかその辺もゆったりとのんびり部屋チャンネルの方でいつかまた話したいなと思ってます。キャンピングカーのことで聞きたいこととか、こういう動画はどうですかとか、もしアイディアある方いたらぜひ教えてください。